解説、オスカー常連、メリル・ストリープ出演映画必見ベスト10。皆さん、こんにちは、レイムです。今日は、映画界の伝説、メリル・ストリープの輝かしい軌跡をたどる特別企画をお届けします。おう、マリサだぜ。彼女はアカデミー賞最多ノミネート記録を持つ、まさにハリウッドの至宝。その演技力は、もはや神の領域だぜ。今回は、そんなメリル・ストリープの数ある名作の中から、特に見逃せない必見の10作品をランキング形式でご紹介します。彼女の演じるキャラクターは、どれも強烈な個性を放ち、見る者の心を掴んで離さないぜ。シリアスなドラマから、心温まるラブストーリー、そして笑いあり涙ありのコメディまで、その演技の幅広さには驚かされるばかりだぜ。ランキング形式で、各映画の見どころや、彼女の卓越した演技について、詳しく解説していくので、最後までお楽しみに。第10位、マンマミーヤ、2008年。さあ、第10位は、心躍るミュージカル映画、マンマミーヤ。舞台はギリシャの美しい島、アバのヒットナンバーに乗せて、母と娘、そして3人の父親候補が織りなす、笑いと感動の物語だぜ。メリル・ストリープが演じるのは、シングルマザーのドナ。自由奔放で明るい彼女のキャラクターが、アバの音楽と見事にマッチしているわよね。結婚式を間近に控えた娘のソフィが、父親かもしれない3人の男性を島に招待するところから物語は動き出すんだ。ドナの過去が明らかになるにつれて、物語はさらに盛り上がりを見せるぜ。この映画は、アバの音楽を愛するすべての人にとって、まさに夢のような作品よね。メリル・ストリープをはじめとするキャストたちの歌声とダンスに、自然と体が動き出しちゃう。メリル・ストリープは、この作品でゴールデングローブ賞主演女優賞、ミュージカルコメディ部門にノミネートされたんだ。彼女の歌唱力と演技力は、本当に素晴らしいの一言に尽きるぜ。ギリシャの美しい風景や、ウェディングドレス、舞台となるホテルなど、ファッションやインテリアも見ていて楽しい作品よね。家族の絆や、過去の恋、そして未来への希望が詰まった、マンマミーヤは、何度見ても心が温まる、そんな素敵な映画だぜ。第9位、プラダを着た悪魔、2006年。続いて第9位は、2006年に公開されたプラダを着た悪魔だ。メリル・ストリープは、ファッション雑誌ランウェイのカリスマ編集長、ミランダ・プリーストリーを演じ、その圧倒的な存在感と冷徹な美しさで、世界中の観客を虜にしたぜ。ファッション業界の華やかな世界を舞台に、ジャーナリストを目指す一人の女性、アンドレア・サックスが、ミランダの部下として、過酷な環境の中で成長していく物語よね。メリル演じるミランダは、完璧主義者で、周囲に厳しい要求を突きつけるけど、その裏には、ファッション業界を生き抜くための強さと孤独が隠されているの。アン・ハサウェイ演じる主人公アンドレアが、最初はファッションに全く興味がなかったのに、次第に才能を開花させていく姿も、見どころの一つだぜ。ミランダの厳しい指導のもと、アンドレアはファッションセンスを磨き、仕事のスキルを向上させ、そして、自分自身の価値観を見つめ直していくんだ。この映画の魅力は、メリルの演技力はもちろんのこと、ファッション業界の裏側をリアルに描いているところよね。華やかなショーの舞台裏や、ブランドの新作発表会など、普段は見ることのできない世界を垣間見ることができるわ。ミランダのファッションも、この映画の大きな魅力の一つだぜ。プラダをはじめとする高級ブランドの衣装を身にまとい、常に完璧なスタイルをキープするミランダの姿は、まさにファッションアイコンだぜ。彼女のファッションは、アンドレアの変身にも大きな影響を与えているんだ。この映画は、単なるファッション映画ではなく、働く女性の葛藤や成長を描いたドラマとしても見応えがあるわ。アンドレアは、仕事とプライベートの間で悩み、自分の本当にやりたいことを見つけようと模索する。その姿は、多くの女性たちの共感を呼ぶはずよ。メリル・ストリープは、この映画で、アカデミー主演女優賞にノミネートされたんだぜ。彼女の演技は、冷酷さと人間味を巧みに表現していて、ミランダというキャラクターを、単なる悪役ではなく、
複雑で魅力的な存在にしているぜ。プラダを着た悪魔は、ファッション好きはもちろん、キャリアに悩む女性、そして、メリル・ストリープのファンにとって、必見の作品よ。見終わった後、きっと、自分自身を見つめ直すきっかけになるはずだわ。第8位、ディアハンター、1978年。続いて第8位は、1978年公開の戦争映画ディアハンターです。ロバート・デ・ニーロ、クリストファー・ウォーケンらが出演する、ベトナム戦争の悲劇を描いた作品で、メリル・ストリープは、主人公たちのふるさとに残る恋人リンダを演じています。ああ、これは重い映画だぜ。ペンシルベニア州の製鉄所で働く若者たちが、ベトナム戦争に送られ、過酷な体験をするんだ。メリルは、戦争に行く前の若者たちの日常と、帰還後の彼らの苦悩を見つめる、重要な役割を担っているぜ。メリルの役柄は、戦争によって変わってしまった男たちを待ち続ける、強い女性なのよね。彼女の存在は、戦争の悲惨さをより一層際立たせているわ。特に、戦争から帰還したニックを待ち続けるシーンは、見る者の心を締め付けるわ。この映画は、ベトナム戦争の残酷さをリアルに描いているだけでなく、戦争が人々の心に与える傷を描いているんだ。捕虜になった兵士たちが、強制的にロシアンルーレットをさせられるシーンは、あまりにも有名で、戦争の狂気を象徴しているぜ。メリルの演技は、派手さはないけれど、心に染み入るような繊細さが魅力よね。彼女の表情や仕草から、リンダの不安や悲しみが伝わってくるわ。彼女の存在が、この映画に深みを与えているのは間違いないわ。この映画は、アカデミー賞で作品賞、監督賞など5部門を受賞したんだぜ。戦争映画としてだけでなく、人間ドラマとしても高く評価されているぜ。見る人によっては、トラウマになるかもしれないけど、一度は見ておきたい作品だぜ。ディアハンターは、娯楽作品とは言えないけれど、戦争の悲劇を深く考えさせられる、非常に重要な作品です。メリル・ストリープの演技も、見逃せないわ。彼女の繊細な演技が、この映画のテーマをより深く掘り下げているの。覚悟して見る必要がある映画だけど、戦争の愚かさを知るためには、絶対に見ておくべき作品だぜ。メリルの演技も、もちろん素晴らしいぜ。第7位、恋に落ちて、1984年。さて、第7位は、1984年公開のロマンチックラブストーリー、恋に落ちてよ。メリル・ストリープとロバート・デ・ニーロが主演を務め、偶然出会った既婚者同士の、許されない恋を描いた作品ね。ああ、これは大人の恋って感じの映画だぜ。クリスマスのニューヨークを舞台に、二人が通勤電車の中で出会い、惹かれ合っていくんだ。二人の間には、それぞれの家庭があるから、簡単には結ばれない切ないラブストーリーなんだぜ。メリルは、夫と子供を持つ女性、モリーを演じていて、満たされない日常の中で、フランクとの出会いに、心の安らぎを見出すの。でも、二人の関係は、それぞれの家族を傷つけてしまうかもしれない、危険なものなのよね。この映画の見どころは、メリルとデニーロの演技だぜ。二人は、お互いに惹かれ合いながらも、理性でそれを抑えようとする、微妙な感情を見事に表現しているぜ。特に、二人が初めてキスをするシーンは、息を飲むほど美しいんだ。それに、この映画は、ニューヨークの風景がすごくロマンチックなのよね。クリスマスのイルミネーションや、雪景色、そして美術館やレストランなど、すべてが恋を盛り上げる要素になっているわ。二人は、お互いを深く愛しているけど、それぞれの家庭を壊すことはできない。だから、二人の関係は、常に葛藤と苦悩に満ちているんだぜ。最終的に、二人はどんな決断をするのか、最後まで目が離せないぜ。恋に落ちては、ただの恋愛映画ではなく、人間の心の奥底にある、愛と倫理の間で揺れ動く感情を描いた作品です。メリル・ストリープの繊細な演技が、この映画を特別なものにしているのは間違いないわ。不倫をテーマにした映画だけど、二人の愛は、とても純粋で、見る人の心を打つんだぜ。大人のための、切なくて美しいラブストーリーだぜ。第6位、愛と悲しみの果て、1985年。さあ、第6位は、
1985年公開の壮大なロマンス、愛と悲しみの果てです。広大なアフリカを舞台に、メリル・ストリープ演じるカレン・ブリクセンと、ロバート・レッドフォード演じるデニス・フィンチ・ハットンの、自由奔放な愛を描いた作品ね。ああ、これは映像がすごく美しい映画だぜ。1900年代初頭のケニアを舞台に、コーヒー農園を経営するカレンが、冒険家のデニスと出会い、惹かれ合っていくんだ。でも、二人の愛は、アフリカの大自然のように、自由で予測不可能なんだぜ。メリルは、強く自立した女性カレンを演じていて、都会から来た彼女が、アフリカの大自然の中で、自分自身を見つけていく姿が感動的なの。でも、彼女の人生は、夫との離婚や、農園の経営難、そして、デニスとの別れなど、数々の困難に満ちているのよね。この映画の見どころは、なんといっても、アフリカの雄大な自然だぜ。広大なサバンナや、野生動物たちの姿、そして、夕焼けに染まる大地など、その美しさは、息を飲むほどだ。カレンとデニスは、そんな大自然の中で、愛を育んでいくんだ。それに、この映画は、音楽もすごく印象的なのよね。ジョン・バリーの美しいメロディーが、物語をより一層盛り上げているわ。特に、カレンとデニスが空を飛ぶシーンで流れる音楽は、感動的で、忘れられないわ。デニスは、自由を愛する冒険家で、カレンとは正反対の性格なんだ。二人は、お互いに惹かれ合いながらも、それぞれの生き方を尊重し、束縛し合わない。そんな二人の関係は、大人の愛の形を示しているぜ。愛と悲しみの果ては、愛と自由、そして、喪失を描いた、壮大なロマンスです。メリル・ストリープの演技と、アフリカの美しい風景が、見る人の心を深く捉える作品よ。人生について深く考えさせられる映画だぜ。メリルが演じるカレンの強さと、デニスの自由奔放さが、心に残る名作だぜ。第5位、ダウト、あるカトリック学校で、2008年。続いて第5位は、2008年公開のミステリードラマ、ダウト、あるカトリック学校でです。1964年のニューヨークを舞台に、メリル・ストリープ演じる厳格な校長シスター・アロイシスと、フィリップ・シーモア・ホフマン演じるブレンダン・フリン神父の、疑惑をめぐる対立を描いた作品です。ああ、これは緊張感のある映画だぜ。カトリック学校で、神父が黒人の生徒に性的虐待をしているのではないかという疑念が持ち上がり、シスター・アロイシスが真相を追求していくんだ。でも、彼女には確たる証拠がないんだぜ。メリルは、信念を貫く強い女性シスター・アロイシスを演じていて、その厳格な表情と、強い意志が、見る者を圧倒するの。彼女は、神父の罪を暴くために、手段を選ばない覚悟を持っているわ。でも、彼女自身もまた、過去のトラウマを抱えているのよね。この映画の見どころは、メリルとホフマンの演技対決だぜ。二人は、それぞれの正義を主張し、激しくぶつかり合うんだ。どちらが真実を語っているのか、観客は最後までわからなくなるように演出されているぜ。それに、この映画は、1964年のアメリカ社会の雰囲気を見事に再現しているわ。カトリック教会の権威や、人種差別、そして、性的な問題など、当時の社会問題を浮き彫りにしているの。シスター・アロイシスは、神父の罪を疑っているけど、確信が持てない。だから、彼女は、常に葛藤しているんだ。彼女の心の中にある、疑念と不安が、見る者の心に重くのしかかってくるぜ。ダウトは、白黒はっきりつけられない、人間の心の複雑さを描いた作品です。メリル・ストリープの演技は、見る者に深い感動と衝撃を与えるわ。信じることの難しさ、疑うことの罪深さ、そして、真実とは何かを考えさせられる、見応えのある映画だぜ。メリルの演技は、本当に圧巻だ。第4位、ソフィーの選択、1982年。いよいよトップ4に入りました。第4位は、1982年公開のソフィーの選択です。メリル・ストリープが、第二次世界大戦中にアウシュビッツ強制収容所で体験した、悲劇的な過去を持つポーランド人女性ソフィーを演じ、アカデミー主演女優賞を受賞した作品です。ああ、
これは本当に見てて辛くなる映画だぜ。ソフィーは、過去のトラウマに苦しみながら、アメリカで新しい生活を始めようとするんだけど、過去の記憶が彼女を苦しめ続けるんだ。特に、アウシュビッツで、どちらの子供を助けるか選ばされたシーンは、見てるこっちも心が引き裂かれる思いだぜ。メリルは、ソフィーの心の傷を、見事に演じきっていて、彼女の苦しみや悲しみが、痛いほど伝わってくるの。ポーランド語とドイツ語のセリフも、完璧にこなしていて、彼女の演技力に圧倒されるわ。ソフィーの過去と現在を演じるメリルは、まさに圧巻よ。この映画は、ホロコーストの残酷さを描いているだけでなく、人間の尊厳や、愛、そして、許しについて深く考えさせられるんだ。ソフィーは、過去の罪に苦しみながらも、生きることを諦めない。彼女の姿は、多くの人々に勇気を与えるはずだぜ。ソフィーは、ネイさんというアメリカ人男性と出会い、恋に落ちるんだけど、ネイさんもまた、精神的に不安定で、ソフィーを苦しめる存在なのよね。二人の関係は、激しく、破滅的で、見る者をハラハラさせるわ。ソフィーは、過去の秘密を抱えたまま、ネイさんとの生活を送るんだけど、次第に、彼女の過去が明らかになっていくんだ。そして、彼女は、再び、究極の選択を迫られることになるんだぜ。ソフィーの選択は、感動的なだけでなく、人間の心の闇を描いた、重厚なドラマです。メリル・ストリープの演技は、映画史に残る名演と言えるでしょう。心の準備をしてから見るべき映画だけど、絶対に見ておくべき作品だぜ。メリルの演技は、本当に素晴らしい。第3位、マーガレット・サッチャー、鉄の女の涙、2011年。さあ、いよいよベスト3。第3位は、2011年公開のマーガレット・サッチャー鉄の女の涙です。メリル・ストリープが、イギリス初の女性首相マーガレット・サッチャーを演じ、2度目のアカデミー主演女優賞を受賞した作品です。おお、これはメリルがまたもや実在の人物を演じた映画だぜ。サッチャーは、保守党の党首として、イギリスを率いた、強い女性政治家だ。彼女の政策は、賛否両論あるけど、イギリスの歴史に大きな影響を与えたのは間違いないぜ。メリルは、サッチャーの若い頃から晩年までを演じていて、その変貌ぶりには、本当に驚かされるわ。特に、晩年のサッチャーが、認知症に苦しみながら、過去を回想するシーンは、胸を打つわね。鉄の女と呼ばれた彼女の、人間らしい一面を見事に表現しているわ。この映画は、サッチャーの政治家としての功績を描いているだけでなく、彼女の私生活や、夫デニスとの愛情を描いているんだ。サッチャーは、政治の世界で孤立しながらも、夫の支えによって、困難を乗り越えていくんだぜ。それに、この映画は、当時のイギリス社会の雰囲気を見事に再現しているわ。フォークランド紛争や、炭鉱ストライキなど、サッチャーが直面した困難な問題が、リアルに描かれているの。サッチャーは、強いリーダーシップを発揮し、イギリスを改革しようとしたけど、その政策は、多くの人々の反発を買った。彼女は、常に批判にさらされながらも、自分の信念を貫き通したんだぜ。マーガレット・サッチャー鉄の女の涙は、一人の女性政治家の、栄光と挫折を描いた、感動的なドラマです。メリル・ストリープの演技は、見る者に深い感動と、勇気を与えるわ。政治的な立場は別にして、サッチャーという一人の人間の生き様を描いた、見応えのある映画だぜ。メリルの演技は、まさに神がかっている。第2位、クレイマー・クレイマー、1979年。さあ、第2位は、1979年公開のクレイマー・クレイマーです。ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープが主演を務め、離婚によって引き裂かれる夫婦と、残された息子の親権をめぐる争いを描いた、感動的なドラマです。ああ、これは離婚の辛さや、親子の愛情を描いた名作だぜ。仕事に夢中な夫テッドと、家庭に不満を抱える妻ジョアンナは、すれ違いが多くなり、ついに離婚してしまうんだ。メリルは、自分の人生を取り戻したいと願うジョアンナを演じていて、彼女の苦悩や葛藤が、痛いほど伝わってくるの。彼女は、
息子を置いて家を出るけど、後悔の念に苛まれるのよね。テッドは、突然一人で息子ビリーを育てることになり、仕事と育児の両立に苦労するんだ。でも、彼は、ビリーとの関係を深めることで、父親としての責任と愛情に目覚めていくんだぜ。この映画の見どころは、ダスティン・ホフマンとメリル・ストリープの演技対決ね。二人は、それぞれの立場から、相手を非難し、激しくぶつかり合うの。特に、法廷での親権を争うシーンは、圧巻よ。ジョアンナは、自分のキャリアを築き、精神的に自立するために、ビリーを取り戻そうとするんだ。でも、ビリーは、テッドとの生活に慣れてしまい、ジョアンナとの関係はギクシャクしてしまうんだぜ。クレイマーは、離婚という現実を通して、家族のあり方や、愛の形を問いかける作品です。メリル・ストリープの演技は、見る者の心を深く揺さぶるわ。親であることの責任、愛することの難しさ、そして、人生の選択について考えさせられる映画だぜ。ラストシーンは、涙なしには見られないぜ。第1位、マディソン郡の橋、1995年。栄えある第1位は、1995年公開のマディソン郡の橋です。クリント・イーストウッドが監督主演を務め、メリル・ストリープと共演した、切なくも美しい大人のラブストーリーです。ああ、これは不倫をテーマにした、禁断の愛の物語だぜ。1965年のアイオワ州を舞台に、主婦のフランチェスカと、ナショナルジオグラフィックの写真家ロバートが、4日間だけ出会い、激しい恋に落ちるんだ。メリルは、家庭を大切にしながらも、心の奥底では、自由を求めているフランチェスカを演じていて、その繊細な演技に、心を奪われるの。彼女は、ロバートとの出会いによって、抑えられていた感情が爆発するのよね。ロバートは、自由奔放な旅人でありながら、心の奥底には、孤独を抱えているんだ。フランチェスカとの出会いは、彼にとって、人生を変えるほどの出来事となるんだぜ。この映画の見どころは、メリルとイーストウッドの演技はもちろん、美しい風景や、音楽も素晴らしいのよね。アイオワ州の田園風景や、マディソン郡の屋根付き橋が、二人の愛をより一層、美しく彩っているわ。フランチェスカは、ロバートとの愛を選びたかったけど、家族を捨てることはできなかった。彼女は、ロバートとの短い時間を、永遠の思い出として、胸に刻み込むんだぜ。マディソン郡の橋は、大人の女性の心の葛藤を描いた、感動的なラブストーリーです。メリル・ストリープの演技は、見る者の心を深く揺さぶるでしょう。自分だったらどうするだろうか、と考えさせられる映画だぜ。愛とは何か、そして、人生とは何か、深く考えさせられる、大人のための恋愛映画。ぜひ見てほしいわ。総評、まとめ。さて、メリル・ストリープ出演映画トップ10を見てきましたが、いかがでしたか？どの映画も、メリルの演技が光る名作ばかりだったぜ。彼女は、どんな役でも完璧に演じきって、見る者を魅了するんだ。改めて、彼女の演技力の凄さを感じたぜ。メリルは、役作りのために、徹底的にリサーチを行い、役柄になりきる努力を惜しまないのよね。彼女のプロ意識の高さは、本当に尊敬に値するわ。彼女は、常に新しい挑戦を続け、進化し続けている。だからこそ、彼女は、ハリウッドのトップ女優として、長年活躍し続けることができるんだろうな。メリル・ストリープの出演映画は、これからも、多くの人々に感動と勇気を与え続けるでしょう。まだ見たことがない作品があれば、ぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。